11月15日金曜日の夕方5時42分、定時を過ぎた頃、就業時間中は会議に追われ、やっとデスクワークができると取り掛かろうとした瞬間です。携帯電話と固定電話の2つの電話が同時になりました。一つは社内の設計、もう一つは取引先からでした。その朝ニュースでは、働く人の10人に8人が強いストレスを抱えていると言っていました。どちらを先にとっても、私はどちらかの悪者になる。あの夕方、私は潰れかけました。挟まれたまま潰れずに続ける立ち回りに遠回りして気づくまでの話です。あの夕方の前に毎日の話を少しだけ。私の仕事は製品に使う部品を取引先から買ってくることです。図面を描く社内の設計と部品を作る取引先。その間に私の机があります。設計はもっと安く、もっと早くと言い、取引先はこれ以上は無理ですという。私はどちらにも何とかしますと答えてきました。何とかするの中身はほとんどが私の我慢です。夜、冷蔵庫の麦茶を注ぎながら送れなかった返信を頭の中で書き直す。朝のニュースの続きには、ストレスの原因に人間関係を挙げる人が10人に3人とありました。自分のことだとは思いませんでした。我慢すれば回ると信じていたからです。その秋、潮目が変わりました。原材料の値上がりで取引先からは値上げのお願い。同じ週に社内ではコスト削減の大号令。逆向きの要求が私に同時に突き刺さりました。設計の担当者は言いました。なんで取引先の肩ばかり持つんだ。うちのコストはどうなる。取引先の営業は言いました。これ以上の値下げはお宅とは続けられないかもしれません。受話器を置いた手が少し冷たくなっていました。どちらもそれぞれの場所では正しい。だから自分は要領が悪いのだと思っていました。後から知りました。相反する要求に挟まれる役回りは、それ自体が人の精神を削り、やめたい気持ちを押し上げる。60年500を超える研究データで繰り返し出てきた事実だそうです。その人が弱いからではなく、働く環境やその環境を作ってしまう仕組みの問題。その頃の私はまだ知りません。それから私は二枚舌になりました。設計には取引先を説得しますと言い、取引先には社内を抑えますという。本心とは違う言葉を両方に使い続けるうちに眠りが浅くなりました。板挟みの疲れは仕事の量よりも言葉と気持ちのズレから来る。そう指摘する研究もあるそうです。上司に相談すると返ってきたのは一言でした。で、どうすんの？まとめるのが君の仕事でしょ。逃げ道がまた一つ塞がりました。間に立つ人の3人に2人が悩みの一番に板挟みを上げる。当時の私にできたのは我慢を在庫みたいに積み増すことだけでした。在庫には必ず限界が来ます。在庫が溢れたのはあの金曜日でした。夕方5時42分、電話が2つ同時になりました。設計はなんで取引先の肩を持つんだと言い、取引先はオタクとはもう付き合いきれないという。どちらの電話を取っても私が悪者になる電話です。受話器に手を置いたままどちらのボタンも押せない。窓の外が暗くなっていくのをただ見ていました。我慢の在庫が溢れた音がしました。その夜は夕飯の味がしませんでした。妻との話に3回生返事をしました。布団の中で転職サイトの退職理由の例文を眺めました。会社に人間関係が原因と正直に言う人は10人に1人ほど。でも匿名の調査では実際には3人に1人を超えるそうです。みんな本当の理由を言わないまま辞めていく。私もその列の一番後ろに並びかけていました。その夜中、布団の中で検索しました。板挟み限界。最初に出たのは調査の記事です。上と下に挟まれる管理職の8割が月に一度は燃え尽きかけている。立場は違っても自分だけじゃなかった。スマホを持つ手が止まりました。もう一つ目に留まった言葉があります。
心理的デタッチメント。仕事から心の距離を取ることです。距離を取れる人ほど疲れが翌日に残りにくく、また立て直せる。3万8000人を超える世界のデータではっきり出ているそうです。距離を取るのは逃げだと思っていました。逆でし、続けるための技術だったんです。私は綱引きの綱の真ん中で両側から引かれたまま踏ん張っていました。必要なのはもっと強く踏ん張ることじゃなく、綱から半歩下がることでした。月曜から変えたことが3つあります。1つ目、なんとかしますをやめました。設計の言葉は設計の言葉のまま取引先へ運ぶ。設計はこう言っています。その上で私はこう考えます。誰の言葉かを分けるだけで悪者の役は私から要求の中身へ移っていきました。2つ目、両方の愚痴は運ばないと決めました。運ぶのは要求と事実だけ。3つ目、夜9時を過ぎたら会社のメールを開かない。最初は何度も会社のスマホに手が伸びました。でも翌朝の返事の方が大抵短くてまともでした。半年ほど経った頃、あの設計の担当者がすれ違いざまに言いました。お前が間で整理してくれると話が早いわ。綱から半歩下がった場所は思っていたよりよく見えました。あれから1年余り。電話は今も2つ鳴ります。板挟みは消えていません。でも私はもうどちらの悪者でもありません。誰の言葉かを分けて間で運ぶ係。それが今の私の立ち位置です。夕飯の味は戻りました。子供の話にはちゃんと返事をしています。ただ時々考えます。設計も取引先も上司もそれぞれの場所では正しかった。正しさと正しさの間にはいつも誰かが立っている。そして綱は半歩下がったくらいでは切れません。あなたが今立っているその場所も誰かと誰かの間ではないでしょうか。ここまで一緒に見てくれてありがとうございました。あなたの毎日にもどこか重なる場面があったなら高評価とチャンネル登録でそっと教えてください。また次の話で。